皆さんこんにちは。ハンドメイドきよちゃんです。今回もこちらのダイソーさんの創業50周年の 40% 増量のリサイクルポリエステル毛糸を使ってカーディガン、マーガレットを編んでいきたいと思います。色はミルキーホワイト1番になります。かぎ針は5号針 3.0mm の5号針を使用したいと思います。材質ポリエステル 100%、重さが約 100g、糸長は約235メートルになります。標準ゲージが10センチ平方のメリヤス編みで25目30段になる糸になります。こちら手洗いができますが、アイロンはまたかけられないという風になってますので、そのままスチームを当てない状態で完成させたいと思います。で、用意するものが 3.0mm の5号針と糸切りばさみとマーカー数個ととじ針とメジャーになります。はい、では中から糸を出して袖口の部分から編んでいきます。ちょっと、最後に、袖下を閉じるので、30センチぐらい残して編んでいこうと思います。このように、輪を作って糸を引き出して鎖の作り目から編んでいきます。ここから、59目作り目を編んでいきます。あまりきつくならないように編んでください。針に糸をかけて引き出して1、2、3、4、5、6、はい、59目編んできました。そしたらだいたい長さが30センチ弱ぐらいになります。で、この作り目に細編みを編んでいきます。立ち上がり鎖1目編んで、この今の目は入れずに、ここの59目目、作り目の59目目の裏山を拾います。この鎖になってる裏側のこのポコッとしたここを拾っていきます。横から見るとポコポコポコっとこうなっているここの部分を拾って、細編みを編んでいきます。針を入れて糸を引き出して針に糸をかけて2本引き抜いて、これで細編み1目。そしたら一応最初の目マーカーをします。で、前目拾って細編みを編んでいきます。なので細編み59目編んでください。こんな感じで裏山を拾うと、この作り目の目がこう綺麗に鎖がこう出る感じで、細編みが編まれていきます。はい、細編みを59目編んできました。そしたら、2段目立ち上がり鎖1目編んで、編み地をひっくり返して今度は細編みと鎖を交互に編んでいきます。最初に細編みを1目目に編んで、一応ここもマーカーをつけます。
そしたら次は鎖を編んで、ここの前段の1目を飛ばして、細編みで、次鎖で1目飛ばして細編み、鎖1目飛ばして細編み、鎖1目飛ばして細編み、鎖、このように、細編みと鎖を交互に編んでいきます。はい、2段目の最後に来ました。あと2目残ってるところになります。細編みを編んで、鎖を編んで1目飛ばして、この端の目に細編みを編んで、これで2段目が終わります。そしたら3段目、立ち上がり鎖1目編んで、編み地をひっくり返して、また、細編みと鎖を編んでいくんですけど、最初細編み編んで、糸印マーカーを押して、で次が、今度交互、ここに鎖を編んだところに細編みを編んでいく形になりますので、今細編みを1目編んで、次が、前段鎖になってますので、ここも細編みを編みます。なので 2回続けて細編みを編んで、でその後鎖、前段細編みになってますので鎖を編んで、で、この鎖の部分に側に針を入れて細編みを編む形で編んでいきます。鎖、次前段のこの鎖のところに側に針を入れて細編み、鎖、細編み、鎖、細編み、鎖で繰り返していきます。はい、3段目の最後に来ました。あと3目、前段3目残っています。鎖を1目編んで1目飛ばして、この前段の鎖のところに細編みを編んだら、最後の目もここは普通に細編みで終わります。なので最後は細編み細編みで終わる形になります。そしたら、2段目と3段目の編み方を繰り返していきます。今度4段目は2段目と同じ編み方なので、立ち上がり鎖1目編んで編み地をひっくり返して、最初の目細編みで、次鎖1目、この細編みの目を飛ばして、この鎖のところに側に針を入れて細編み、鎖、細編み、鎖、細編み、鎖、こういう感じで、10段まで編んでいってください。はい、10段編み終えました。そしたらちょっとこう扇っぽい形になってるんですけど、28くらいですかね。幅が4センチぐらいで出来上がりました。
したら模様編みに入っていきます。11段目になります。模様編みの1段目、そのまま立ち上がり鎖3目プラス1目で全部で鎖を4目編みます。そしたら針に糸をかけて、この前段の2目目鎖のところに、側に針を入れて長編みを編みます。そしたら次は鎖を編んで、でまた前段の、細編みを飛ばして鎖のところに針を入れて、ここに長編みを3目編み入れます。2、3目。そしたらまた鎖を1目編んで、でこの細編みの次のこの鎖のところに長編みを1目。これ繰り返しです。鎖を1目編んで、この細編みの目を飛ばして鎖のところに今度は長編みを3目。1、2、3目で鎖を1目入れて、細編みを飛ばしてこの鎖だったところに側に長編みを1目。こういう感じで長編み1目鎖1目長編み3目鎖1目を繰り返していきます。長編み1目鎖1目長編み3目鎖1目という感じで編んでいきます。はい、1段目の最後のところに来ました。長編みを3目編んで鎖を1目編んだら、最後から2番目のこの鎖目のところに長編みを1目編んで、で、鎖をまた1目入れて、この、最後の目に長編みを1目編んで終わります。そうすると、左右同じ編み方になります。そしたら立ち上がり鎖1目編んで編み地をひっくり返して長編みを編んだところに細編みを1目編んで、で糸印をして、それでこの鎖のところだったところはまた鎖を編んで、で、長編みだったところに細編みを編んでいきます。で、鎖を入れて、でここ長編み3目だったので細編みを1目ずつ編み入れて、で、鎖を1目編んで長編みのところに細編み鎖1目細編み3目鎖1目細編み1目鎖1目で細編み3目という感じで
編んでいきます。長編みだったところは細編み、鎖だったところは鎖で編んでいきます。はい、長編みのところに細編みを編んで、最後のところは鎖を1目、編んだら、この立ち上がりの3目目に細編みを1目編んで、これで、模様編みの2段目が終わります。3段目、立ち上がり鎖3目プラス鎖1目編んで、編み地をひっくり返して、で、ここが鎖を編んだところの隣のこの細編みの目に針を入れて長編みを編みます。で、立ち上がり3目目に印をしておきます。はい、そしたら鎖を2目編んで、この前段の鎖の目を飛ばして、この3目細編みのところ、細編み3回編んだところに、長編みの3目一度を編みます。このように、長編みの未完成を3回編んで一気に引き抜きます。そしたら鎖をまた3目編んで、次はこの、鎖を飛ばしてこの細編みだったところに長編みを1目編んで、また鎖を2目編んだら、この鎖の部分を飛ばして細編み3目編んだところを長編みの3目一度を編みます。そしたら鎖を2目入れて、ここの細編み、鎖と鎖の間の細編みのところに長編み、このように編んでいきます。なのでこの長編み1目分がこの鎖になりますので、鎖を2目編んだら長編み1目って感じで編んでいきます。両編みの3段目の最後に来ました。長編みを1目編んで、鎖があるので鎖を1目編んで、最後長編み、最後の目に長編みを編み入れて、これで終わります。はい、そしたら、4段目立ち上がり鎖1目編んで、前段長編みのところに細編みを1目編んで、でこの鎖を編んだところに側でいいので、細編みを編んで、で鎖を1目編んで、ここの鎖を2目編んだところは細編みを2目編んで、でこの長編みの3目一度のところは
鎖を1目で、また細編み2目、鎖を1目、細編み2目、鎖を1目、細編み、鎖、細編み、このように繰り返し編んでいきます。で、最後のところ、4段目の最後のところ、長編みのところは鎖を1目編んで、ここは、の立ち上がり鎖3目目と4目目に、細編みを1目編み入れます。側に穴に針を入れて細編み1目編んで、両方側でもいいですけど、最後の目は立ち上がりの3目目に細編みで編んで終わります。模様編みの5段目も立ち上がり鎖3目プラス鎖1目編んで全部で4目鎖を編んだら編み地を繰り返して、今度この長編みだったところのこの鎖の目に、針に糸をかけて、今度は長編みを3回編み入れます。この、4段目のところで鎖を編んだところの目に側に針を入れて長編みを3目編みます。そしたら今度はこの長編みを3回編んだところがずれる感じで、ここの長編みだったところに今度来ますので、長編み3回編んだところは、今度は長編み1目になります。ここが長編み1目だったところなので、今度は長編み3目編んでますけど、で鎖を間に入れて、それで、今度はこの長編み3回のところですので、ここの鎖の目のところに側に針を入れて長編みを1目編みます。そしたら鎖を1目入れて、この鎖のところに長編みを3回今度は編み入れます。3で鎖を1目入れて、今度は長編みを1目、鎖を1目入れたら今度はこの鎖のところに長編みを3回で鎖を間に入れて長編み1目、次は長編みを3回、これの繰り返しです。はい、間に必ず鎖が入っていきますので忘れないように編んでください。では編み進めていきます。はい、5段目の最後に来ました。長編みを3回編んだら鎖を1目入れて、で最後のこの目に長編みを編みます。これで、模様編みの5段目が終わりました。そしたら、また、
長編みを編んだところは細編みで、鎖を編んだところは鎖で編んでいきます。立ち上がり鎖1目編んで、この最初は細編みを編みます。長編みのところに細編みを編んで、鎖を編んで、細編み3回、3目。で、鎖、細編み、鎖、細編み、3目。鎖、細編み、鎖、細編み3目。このように編んでいきます。6段目の最後に来ました。立ち上がり鎖3目プラス、1目、鎖の4目のところになります。長編みのところなので細編みを3目編んだら鎖を1目編んで、それがこの立ち上がりの3目プラス1目のこの1目分に、この鎖がなるので、鎖を1目編んだらこの立ち上がりの3目目に細編みを1目編んで、これで終わります。7段目はこの長編みが今度3目一度になるところなので、鎖が2目になるので、立ち上がり鎖3目プラス、鎖2目で鎖を5目編みます。そしたら編み地をひっくり返して、細編みを3目編んだところに長編みの3目一度を編みます。ここが鎖目のところなので、その隣のここですね。ここから長編みの未完成を3つ編んで、糸を引き抜いて、これでできました。そしたら鎖を2目入れて、今度ここの長編みのところの目をちょっと目を増やすので、ここの細編みを編んだところ、前段のところに長編み1目、鎖1目、長編み、もう一回同じ前段の細編みのところに長編みを編みます。この V の形になります。長編み1目、鎖1目、長編み1目。これで目が2目増えました。鎖を2目編んで、前段のここの細編み3目のところ、ここが鎖で細編み3目になってる。ここに長編みの未完成を3目編んで、糸を引き抜いて3目一度の長編みを編みます。そしたら鎖を2目入れて、この細編みだったところに長編み、鎖、長編みで、鎖を2目編み入れて、
で、この細編み3目のところに長編みの3目一度。で、鎖2目。で、細編みのところに長編み、鎖、長編み。これを繰り返していきます。鎖2目編んで、細編み3目のところ、長編み3目。糸を引き抜いて、鎖2目。長編み、鎖、長編み。鎖2目。長編み3目。鎖2目。長編み、鎖、長編み。感じで編んでいきます。はい。7段ペンの最後に来ました。長編みの3目一度を編んで、で、鎖を2目編んだら、最後のこの細編みの目、前段の細編みのところに長編みを1目編んで、これで編み終わります。次8段目、立ち上がり鎖1目編んで、鎖と細編みのところになります。今長編みを編んだところの目に細編みを編んで、で、鎖を1目編んだら、ここの穴のところに側に、針を入れて細編みを1目編んで、で、この長編みの3目一度のところは鎖を1目入れて、で、細編み側に穴のところに針を入れて細編み、で、鎖を編んで、この、V の長編みのところ、長編みの目には、細編みを編んで、この真ん中の鎖のところは鎖で、でまた、細編みで1目鎖を入れて、でこの3目一度の隣のところのこの穴のところに、側に針を入れて細編みで3目一度のところは鎖を入れて、また、隣のこの穴のところに側に針を入れて細編みで鎖を1目編んで、でこの V の長編みのところ細編み鎖細編みで鎖入れて、大きい穴のところに側に針を入れて細編み鎖、また側に針を入れて細編み鎖、 V のところ細編み鎖細編み、こういう感じで編んでいきます。模様編みの8段目の最後に来ました。長編みの3目一度のところを鎖で鎖で1目編んで、立ち上がり鎖3目プラス2目で鎖が5目あるところは、側に針を入れて細編みを1目編んで、で鎖を1目入れて、それがこの鎖の4目目分になるので、最後にこの立ち上がり3目の3目目にもう一回細編みを1目編んで、細編み鎖細編みを編んで終わります。9段目立ち上がり鎖3目プラス鎖1目
編んで編み地をひっくり返して、一つ目の鎖のところじゃなくて、二つ目の鎖のところ、ここですね。ここに、長編み1目、鎖1目、長編み1目のこの V のこの模様を編んでいきます。次は鎖1目編んだら、前段のこの V のところの、ここの鎖のところ、前段の鎖のところに長編みを3回編み入れます。はい、こんな感じ。そしたら間に鎖を1目入れて、今度はこの長編み3目一度のところの上の鎖に長編み鎖長編みを編んで、次は鎖1目入れたら、この V のところにこの鎖 V の間の鎖目のところに長編みを3回、そしたら鎖を1目入れて、今度この3目一度のところの鎖のところに側に長編み鎖長編み、こういう感じで編んでってください。交互にこの長編みの3目と長編み鎖長編みの編み方になっていきます。はい、9段目の最後に来ました。この長編み鎖長編みの V のところを編み終わって、鎖を1目編んだら、最後の細編みの目に長編みを編んで終わります。そしたら10段目はまた、長編みのところに細編み、鎖のところに鎖で編んでいきます。立ち上がり鎖1目編んで編み地を返して、で細編み、マーカーすぐ忘れちゃうんですけど入れときます。で、鎖長編みのところ細編みで鎖細編み V のところですのでね。で、鎖を編んで細編み3目、1、2、3。そしたら鎖を1目で、細編み鎖細編みで鎖を1目、細編みを3目、鎖を1目、細編み鎖細編み鎖1目、細編み3目、鎖細編み鎖細編み、こういう感じで編んでいきます。10段目の最後に来ました。ここの V のところは、
細編み、鎖、細編みで編んで、最後立ち上がり鎖3目プラス、鎖1目なので長編みを1目編んで、立ち上がりの3目目、ここの3目目に針を入れて細編みで終わります。そしたら11段目、立ち上がり鎖3目プラス鎖1目、4目鎖を編んで、この V のとこですね。V のところの細編みのところ、ここが鎖目のところなので、隣のここに、長編みを1目編んで、3目、立ち上がりの3目目に印しときます。そしたら、鎖を1目入れて、今度 V の延長線上のこの細編みのところに長編みを1目編みます。長編み、鎖、長編み編んだら、今度鎖2目編んで、長編みの3目一度、未完成をこの細編み3目のとこですねに長編みの未完成を3目編んで引き抜きます。そしたら、鎖を2目編んで V の延長線上のこの細編みを編んだところの目に長編み、鎖を1目入れて、こちら側の細編みのところに長編み1目で鎖2目編んで、前段の細編み3目のところに長編みを3目一度で編んで、鎖2目、この細編みのところに長編み、鎖、長編みで鎖2目で細編み3目のところに長編みの3目一度、鎖2目、長編み、鎖、長編み、こういう感じで編んでいきます。11段目の最後に来ました。長編み、鎖、長編みを編んで、最後ここが2目残っています。鎖を1目編んで、最後もこの最後の目に長編みを1目編み入れて、これで終わります。12段目、立ち上がり鎖1目編んで、右をひっくり返して、細編みと鎖を交互に編んでいきます。まず長編みのところに細編みを1目編んで、鎖のところは鎖で、また長編みのところに細編み、鎖で、また長編みのところ細編み、鎖
この長編み3目一度のところなので、鎖を1目編んだら即に穴に針を入れて細編みで、3目一度やったところの目の上は鎖で、こっちの穴に即に針を入れて細編みで1目鎖を入れて長編みのところに細編み鎖、長編みのところに細編み鎖の側に針を入れて細編み鎖、またこの穴のところに側に針を入れて細編み鎖、長編みのところに細編み鎖、細編み、こういう感じで、細編みと鎖を繰り返し編んでいきます。はい、12段目の最後です。長編みのところに細編みで、鎖、細編みで編んだら、この立ち上がりのところの、4目め分を鎖を1目編んで、最後のここの立ち上がり3目めに細編みを1目編んで、これで12段目が終わりました。そしたら、ここから今まではここ3目だったんですけど、4目また目を増やして4目編み入れていきます。立ち上がり鎖3目プラス鎖1目編んで目地をひっくり返して、ここが鎖の目ですので、ここじゃなくて次のこの鎖の目に長編みを4回1、2、3、4回編んでいきます。そしたら3目めに、はい、そしたら、長編みを4回編んだら鎖で、ここの3目一度の、真ん中が鎖になってますので、この脇の細編みのところに針を入れて長編みを編みます。そして鎖を1目入れて、この3目一度の両脇に入れた細編みのこちらの左側の細編みのところに長編みを1目編んで、鎖を入れます。ここまで3目一度でずれて、今度こっち側になるので、この間、ここの鎖のところに、長編みの真ん中の鎖目のところに長編みを4回編んでいきます。4回。はい。そしたら鎖で、この3目一度の両脇のところのこっちの右側のところに長編みを入れて鎖を1目編んで、この両脇の今度左側の細編みのところに長編みを編んで鎖を1目入れます。
したらこの間のところのここの鎖のところに長編みを4回、2、3、4、鎖を入れるのを忘れずに、ここの細編みのところ長編み、鎖、長編み、鎖を入れて、ここに長編みを4回。はい。こんな感じで編んでいきます。13段目の最後に来ました。長編みを4回編み入れたら、鎖を1目編んで、最後のこの目に、長編み、細編みを編んだところに長編みを1目編み入れて、これで13段目が編み終わりました。そしたら3目編んだ時と同じように、長編みのところは細編みで、鎖のところは鎖で編んでいきたいと思います。最初、細編みを編んで鎖を編んで、で、長編み4目のとこなので細編み4目、2、3、4目。そしたら鎖1目、細編み、鎖、細編み、鎖。こうまた細編み4目、鎖、細編み、鎖、細編み、鎖で編んでいきます。14段目の最後に来ました。細編みをこの長編みのところの細編みを4目編んだところになります。そしたら、鎖を1目編んで、この立ち上がりの3目目に細編みで1目編んで、これで、編み終わりました。そしたら15段目。15段目は今度4目一度を編んでいきます。立ち上がり鎖3目プラス鎖2目、全部で鎖5目編んだら編み地をひっくり返して、この長編み4目の細編みを編んだところに、針を入れて、長編みの未完成を4回編みます。はい、このように編んだら最後に、引き抜きます。これで、長編み4目4目一度を編んだら鎖を2目編んで、またこの長編みの延長線上のこの細編みのところに、長編みを編んで鎖を1目入れて、また細編みのところに長編みを編んで鎖を2目編んで、この細編み4目のところ1長編みを4目未完成を4回編んで引き抜いて
で、鎖2目編んで、の長編み2目のところ、細編みのところに長編みを1目編んで鎖を入れて、また細編みのところに長編みを1目入れます。これを繰り返していきます。次、鎖2目編んだら、細編み4目のところに長編みの未完成を4回編んで、最後に引き抜いて、鎖を2目編んで、細編みのところに長編み編んでいきます。15段目の最後に来ました。長編み4目一度を編んで、鎖を2目編んで、で、最後の目に、長編みを1目編んで、これで15段目が終わります。で、16段目は細編みと鎖を交互に編んでいく編み方になります。立ち上がり鎖1目編んで、最初の長編みの目に細編みを編んで、で、鎖を1目編んだら、この4目一度のところの穴、横のこの穴に細編みを編んで、4目一度のところは鎖で越えて、でまた側に針を入れて細編みで、鎖を1目編んで、長編みのところに細編み、鎖、また長編みのところに細編み、鎖で、この4目一度のところ、横の穴に側に針を入れて細編みで、鎖1目で、またこちらの穴に側に針を入れて細編み、鎖、長編みのところに細編み、鎖で長編みのところに細編み、これを繰り返し編んでいきます。16段目の最後に来ました。4目一度の、上なので、鎖を1目編んで、で立ち上がりの鎖3目プラス2目のところの、最初のこの穴に側に針を入れて細編みを編んで、で、1目は鎖を編んで、で最後にこの立ち上がりの3目目に針を入れて細編みで、これで終わります。細編みと鎖と細編みを編みました。そしたら今度17段目。17段目は、この編み方がこうずれる感じになります。立ち上がり鎖3目プラス1目、全部で4目。鎖を編んで、で、ここが、細編みの目で鎖の目で、ここが細編みの目になりますので、ここに針を入れる。この4目一度の両脇の細編みの最初の目、この目に針を入れて長編みを編みます。立ち上がりの3目目に印をしておきます。そしたら鎖を1目入れて、この両脇の左側の細編みのところにまた長編みを編みます。で、
鎖を1目入れるのを忘れないように編んで、で、今度これがこっちにずれた感じになるので、ここの長編みの真ん中の延長線上のこの鎖のところに長編みを4目編みます。2、3、4目編んだら1目鎖を入れて、で、この4目一度の両脇のここの鎖のところに長編みを編んでいきます。長編み、鎖、長編み。はい。で、鎖で、今度この長編みの真ん中のところの鎖に側に長編みを4目編み入れます。3、4。そしたら鎖を1目入れ忘れずに入れて、長編み、鎖、長編み。で、鎖、長編み4回。3、4。鎖、長編み、鎖、長編み、鎖。こんな感じで編んでいきます。17段目の最後に来ました。この、前々段のこの4目一度の、両脇のこの細編みの部分に、長編み、鎖、長編みで編んで、最後2目鎖、細編みのこの2目が余っているところです。そしたら鎖を1目編んで、この最後の、細編みのところの目に長編みを1目編んで、これで17段目が終わります。そしたらまた長編みのところは細編みで、鎖のところは鎖で編んでいきます。立ち上がり鎖1目編んで、最初長編みのとこですので細編みを編んで、で次鎖で細編み、鎖、細編み、鎖で、長編み4目のとこですので細編みを4目、3、4で鎖、細編み、鎖、細編み、鎖で、細編み4目、2、3、4。このように繰り返し編んでいきます。はい、18段目の最後に来ました。立ち上がりのところは鎖を1目編んで、それからこの3目目のところ、印をしたところに細編みで留めて、これで18段目が終わります。そしたら19段目、上の部分ですねを編みます。立ち上がり鎖3目プラス1目、全部で鎖4目編んだら編み地をひっくり返して、で、この長編みの1本目、1つ目のこの細編みのところ
に長編みを編んで留めます。3目めにちょっと印をしておきます。そしたら鎖を入れて、このもう一つの細編みのところに長編み、そしたら今度は鎖を2目編んで長編みの4目一度ここの細編み編んだところに編んでいきます。1、2、3、4たら引き抜いて、で鎖を2目編んで、でまたこの長編みの延長線上の細編みのところに長編み、鎖、長編み、これを繰り返していきます。鎖2目で細編み4目のところに長編みを4目一度編みます。で鎖2目で長編みの延長線上の細編みのところに長編み、鎖を1目編んで、次の細編みのところに長編みで鎖を2目、長編み4目一度、3、4、はい、19段目の最後も、17段目と同じですね。鎖を1目編んで、前段の最初の細編みのところに長編みを1目編んで、これで編み終わりました。そしたら、20段目、立ち上がり鎖1目編んで、最初の目は細編みで、鎖で細編み、鎖、細編み、鎖で、ここの4目一度のとこですので、側に針を入れて細編みで、この中心のところは鎖で、またこちら側も側に針を入れて細編みで、鎖、細編み、鎖、細編み、鎖を側に針を入れて細編み、鎖、こちら側側に針を入れて細編み、鎖、長編みのところ細編み、鎖、細編み、これで同じように編んでいきます。はい、20段目の最後に来ました。長編みのところ、長編み2目のところは、細編み、鎖、細編みで編んで、最後鎖を1目編んだら、この立ち上がりの3目目に、細編みで編み留めて、これで20段目が編み終わりました。そしたら、13段目から20段目を繰り返し編んでいってください。ここですね。この編み方。この編み方を8段繰り返し編んでいきます。